思考実験シリーズ。今回は、タガのパラドックスを取り上げるよ。他人の心はどのようにして知ることができるのか、という問題につきまとうパラドックスだね。他人の心か。完全には知れないけど、なんとなくわかっている気がするけどどうなんだろう？そこら辺も含めて、哲学、心理学がこの問題にどう取り組んできたのかを話していくから、ぜひ、最後まで楽しんでいってね。私たちが普段、直接知ることができるのは、自分の心の内面、つまり自我だけだ。それにもかかわらず、周りの人間に、心がある、つまり他我が存在すると思うのはなぜだろう？やっぱり自分と同じような見た目をしていたり、同じような行動をするし、何より言葉で自分の気持ちを表現するからじゃないかな。そうだね。相手に心がありそうな証拠はたくさん見つかるけど、相手の心を直接知ることはできない。他我のパラドックスはまさに、そこから生じるんだ。整理すると、まず、私自身の心、自我は直接知ることができる。よって、私の心は存在する。次に、他人の心は直接知ることができない。よって、他人の心は存在しない。と考える。この立場は、私以外、世界も含め何も存在しないという存在論的な独我論に対して、他人については何も知り得ないという意味で、認識論的独我論と呼ばれたりする。しかし、それにもかかわらず私たちは他人の心が存在すると信じているし、何らかの形で他人の心を理解していると思っている。カッコ2とカッコ3は、共に正しいように見えて、内容としては矛盾している。これが他我のパラドックスと呼ばれる問題なんだ。自分の心しか知れないとすると、相手の心はないかもしれないけど、普段は、相手の心があると思ってるし、それを疑わないもんね。考えてみると不思議だね。他我のパラドックス、他我問題をいかに解決するのかというのは哲学においても長年のテーマなんだ。少し、20世紀の哲学者がこの問題をどういう形で問うてきたかを紹介するね。フランスの現象学者で、特に人間の身体の分析を通して哲学を展開したメルロ・ポンティは、他者の心なしに、私たちは何かを知っているとは言えない。他者の心とは何かという問いを立てる。私たちの知識が成り立つ根拠として他人の心が必要というのはとても大事なポイントなので、後でちゃんと解説するね。次に、同じくフランスの哲学者で、実存は本質に先立つという言葉でも有名な実存主義のサルトルは、単なる肉と骨の塊が、愛すべき女という形で立ち現れるのはなぜかと問うている。キザ。というかちょっと痛いかも。まあ、表現はあれだけど、要するに、他人がただの物質ではなくて、心ある存在であるのはなぜかという問いだね。一方、オーストリア出身の哲学者ウィトゲンシュタインは、痛みという言葉は、私のみの言語、つまり、私的言語化という問題として、この他我問題に取り組んでいる。ウィトゲンシュタインについても、後半で詳しく解説するね。他我のパラドックスの解決には、多くの哲学者が挑戦してきたわけだけど、それには単に知りたいという以外にも重要な理由がある。まず、一つ目は他人の心があるという素朴な世界観を説明するため、さっきマリサもなんとなく他人の心はあると言っていたけど、そこをちゃんと、誰もが納得する形で説明したいというのが一つ。もう一つは、客観的な知識が成立するためには、他人の心の存在を証明する必要があるためなんだ。これを説明するために、私たちが持ち得る知識について考えてみると、それは大きく二つに分かれる。まずは世界についての客観的な知識、これは自然現象や物理現象みたいな事物や他人の行動といった、外から見ることができる知識で、パブリックな知識、公的知識と呼ばれたりする。つまり、科学の対象となるような知識だね。あと、数学や論理学の知識もここに含まれるね。一方、自分の心についての主観的な知識もある。知識というより、自分の体験そのものと言っても良いけど、この知識は、他人にそのままの形で、伝えたりすることができないという意味で、プライベートな知識とか、私的な知識と呼ばれたりする。言葉で、気持ちを表現できるけど、体験そのものを直接伝えるのは難しいもんね。ただし、困ったことに一つ目の世界についての客観的な知識が成立するためには、それを共有している他人の心がどうしても必要になる。他人がただの録音テープではなくて、共に心ある存在として、存在していて、初めて客観的知識は成立するんだ。まあ確かに、実はウプ主以外の人類は滅んでいて、両つべのサーバーだけが残ってて、そこに動画データをアップロードすると、AI が自動生成でコメントをつけているだけだとすると、動画を作って一喜一憂しているウプ主も浮かばれないよね。もちろん、そんなことはないわけだけど、それをどう説明するのかっていうのが、今回の動画のテーマなんだ。じゃあ、他我のパラドックスを解決する代表的な立場をいくつか紹介していこう。
まず、他人の心の理解に対する考え方として有名なものに心の類推説という立場がある。つまり、嬉しい気持ちになったら笑顔になる。逆に、怪我をすれば、痛みを感じる。このように、自分の身体と心の間の相互関係を私たちは理解している。じゃあ他人の心の場合はどうだろう？まず、私たちは相手の心を直接見ることはできないけど、相手の表情、笑顔を見ることはできる。難しい言葉だと、相手の笑顔を認知する。次に、自分自身が相手と同じ表情、笑顔の時の心の状態を思い浮かべる。自分が笑顔の時は、嬉しい気持ちが生じた時だ。そこから類推して、相手の表情は、私が嬉しい時の表情に似ている。だから相手は今、嬉しい気持ちなのだろうと理解する。この心の類推説は、主にイギリス経験論哲学で人気があった考え方で、彼らの全ての知識は、五感を通して得られる感覚予見、センスデータとそこから形成される観念によって成り立つという考え方に基づいている。つまり、相手の笑顔という直接知覚可能なもの、感覚予見から、相手の心という観念を形成できるんだ。心の類推説は、その後の英米圏の分析哲学の流れにも大きな影響を与えていくことになる。さて、私たちが他人の心を知るのは、本当にこういう方法だろうか？改めて考えてみると大体正しい気もするけど、もっと直感的な部分も大きくない？実はこういう類推に基づく心の理解には問題も多いんだ。そもそも類推、アナロジーとはどんな推論方法かを説明しておくと、事象 A と事象 B は似ている。今回だと、自分の笑顔と相手の笑顔が似ていることだね。そして、事象 A は、X という原因、結果、性質を持つ。今回だと、私の笑顔は、嬉しい気持ちという原因を持っている。よって、事象 B も、X に似た原因、結果、性質を持つだろうと結論付ける。今回だと、相手も嬉しい気持ちを感じているだろうということだね。アナロジーは、過去の事例を集めて、法則性を導く、機能的推論の一つとして知られている。機能法については、過去にグルーのパラドックスの動画の中で、詳しく解説しているので、気になった人は、後で見てみてね。類推の例として有名な時計職人のアナロジーを紹介するね。これは、18世紀のイギリスの神学者ウィリアム・ペイリーが自然神学に記した神の存在証明の一つなんだけど、まず、私たちは精巧な時計を見たとき、思わず、きっと腕の良い時計職人さんが作ったんだろうなと思ってしまう。同様に、自然が見事な仕組みで動いているということは、それを作った全知全能の神が存在している。つまり、時計と自然が似ており、時計に時計職人がいるように、自然にもそれを作った神がいるんだ。なんか良い話なんだけど、時計と自然ってそんなに似ているかな？マリサの疑問がそのまま、類推という推論の弱点を表している。時計と自然がそれほど似ていないとすると、時計から時計職人を導いたように、自然から神の存在を導くことができなくなる。さっきの例で言うと、自分の笑顔と他人の笑顔が似ていることから、相手の嬉しい気持ちを類推したわけだけど、実際は、笑顔に見えたのは、愛想笑いで、本当の気持ちは軽蔑の気持ちかもしれない。つまり、この場合、心の類推は失敗していると言える。ただ、心の類推が失敗することがあるということは、そのまま心の類推説が間違っているということではないんだ。確かに、相手の表情から、相手の実際の気持ちを読み間違えることは現実にもあるからね。心の類推説の本当の問題点は、類推関係が成立しているか確かめる検証理論がないことなんだ。通常、類推関係が成り立つためには、実際に私の笑顔と嬉しい気持ちが対応しているように、相手も笑顔の時に、嬉しい気持ちを持っていることを確認する必要がある。第三者が、質問してみるのはどうなの？例えば、A 君は、B さんが笑顔だから、B さんは嬉しい気持ちだろうと言っていますが、実際はどうですか？みたいに。仮に、B さんが嬉しい気持ちですと答えたとしても、それは実際に B さんの気持ちを確かめたわけではないからダメなんだ。その質問は、質問者自身が嬉しい気持ちですという場合は、嬉しい気持ちの時だけである。ということから、B さんの気持ちを類推していることになってしまう。脳波計でも使うしかないのかな？ただ脳波計を使うと、私たちが日常的な心の理解に、類推を使っていることの根拠にはならないかな。日常的な心の理解で心の類推説が成立するためには、そういう日常的な理解の中に、類推とは独立した方法が存在する必要がある。さあ、心の類推説の問題点をまとめておこう。まず一つ目の問題点は、類推の根拠となる観察事例が一つしか存在しないという点だ。つまり、私の心と身体の関係以外の事例を知ることができない。類推は、基本的に機能法と同じだから、私の心と同じような観察事例が多ければ多いほど、
言い訳だけど、他人の心の場合、そもそもそれを知ることが目的なわけだし、それが難しいんだ。ただ、実は観察事例が少ないこと自体はそれほど問題ではないんだ。実際、宇宙での実験や1回の実験で多額の予算を使う分野などでは、少ない事例数でも優れた発見がなされることもある。問題はどちらかというと観察事例を覆すような判例が存在した場合だね。そういった場合、仮説を支持する観察事例が多ければ、判例の方に問題がないかの検証を行える。私の心自体は、それが存在しないとは言いづらいから、この点はとりあえず大丈夫そうだ。次に、今説明してきたように、類推関係が正しいか確認する、独立した検証原理がないという点だね。どちらかというとこっちの方が、心の類推説にとっては大きな問題なんだ。私の心と身体の相互関係と同じものが、相手の心と身体の間にも成立していることを、類推関係以外の原理から検証すること。それが難しいと、類推説の信憑性も薄れてしまう。そこで登場するのが、行動主義という立場だ。行動主義では、私の笑顔と嬉しい気持ちの対応関係から、笑顔とはすなわち嬉しい気持ちそのものであると考える。行動主義は、相手の内的な心というものを、観察可能な行動に置き換えることで理解する。心イコール行動だとすると、内的な心を説明する必要がなくなる。この行動主義の考え方を応用したものに行動療法という心理療法があるんだけど、行動療法では患者さん、クライアントの実際の行動に着目して心理療法を行うんだ。例えば、不登校の子供がいたとして、従来の心理療法だったら、過去のトラウマや両親との圧力のような、不登校の原因となっているものの解決を目指す。それに対して、行動療法では、不登校の子供が、実際に学校に行けるようになるまでの行動の形成を目指す。まずは、朝起きて制服を着るところまで、次は家の外に出るところまで、その次は駅まで行けるようにする。次は電車に乗る。次は校門前まで行く。このように少しずつ小分けにして、段階的に、学校に行く行動を形成していくんだ。メリットとして、不登校から登校という行動の獲得を目指すので、内面的なアプローチに比べて、治療期間が比較的短くなるという点が挙げられる。心の内面より、行動の変化を重視するんだね。ただ、誤解のないように言っておくと、行動療法を取り入れているところでも、実際は、心の内面にアプローチする方法と組み合わせて治療を行っていくところが多いから、不登校を登校状態に戻しました。はい終わり。内面については知りませんという感じではないよ。行動主義は内的な心を説明する必要がないことから、他人の心を客観的に説明することを可能にした、と言えるけれど、ここで困ったことが起きる。行動主義を徹底していくと、他人の心を行動に置き換えたように、自分の心もまたその行動として捉えることができることになってしまう。自分の心の内面性も必要なくなってしまうのか。これはかなり、私たちの心は内的な経験を伴うという直感に反する。行動主義のおかしさを表す話として、よく登場する行動主義者のカップルの話を見てみよう。今日のデート、君は本当に楽しんでいたね。僕はどうだった？あなたはとても楽しんでいたわよ。自分の気持ちなのに。行動主義を徹底すると、自分の内的な心が存在するという直感に反した事態が起きてくる。ただ、行動主義に利点がないわけではないよ。これは、自分の心について、心理学で説明するときによく使われるジョハリの窓という表だけど、自分が気づいている領域、気づいていない領域、他人が気づいている領域、他人が気づいていない領域、に分けて自分の心を考えたとき、自分は気づいていないけど、他人は気づいている自分の心の領域、盲点の窓がある。よく、恋愛ものとかで、周りから見るとラブラブなんだけど、本人たちにはその自覚がなかったりするけど、そういう部分だね。他人から見るとバレバレな嫉妬心とかもこれっぽいよね。行動主義的に心を理解すると、こういう自分では気づかない心の一面というものの存在を示すことができる。行動主義の問題点をまとめておくと、行動主義は、自分と他人の心を行動に置き換えて理解する。しかし、これは、自分には内面的な心が存在するという直感に反する。そして、もう一つ自分自身の心を振り返って考えてみると、心は、行動に現れる以上の豊かさを持っていることに気づくと思う。確かに、行動に現れない気持ちはかなりあるよね。行動主義ではそのような心の豊かさを説明できないんだ。ここで、日本の哲学者大森正三による多賀のパラドックスの扱いを見てみよう。大森は他人の胃痛を想像するとき、実際に想像しているのは自分の胃の痛みである。という。そして、他人の胃痛の振る舞いは、胃痛を構成するものの一つであり、自他の区別はそこにはないという。これは、行動主義的に相手を振る舞いの集合として捉えながらも、
自分の心の内側に、相手の心を再構成しているような考え方だと言えるね。大森のこの考え方は、独画論的ではあるけど、多賀の問題をうまく解決しようとした一例だとは思う。次に、冒頭で取り上げたウィトゲンシュタインによる多賀のパラドックスの解決を見ていこう。ウィトゲンシュタインは主に、言語の問題を通して他人の心の問題を考えている。ウィトゲンシュタインは哲学探求という本の中で、自分にしか理解されない言語、知的言語は可能かという問いを立てる。これは、以前のクリプキの動画でも登場していたね。ウィトゲンシュタインは痛みは自分の痛みの経験と結びついているという意味で、知的な言語なのではないかと考えるんだ。ただ、この考えは子供が痛いという言葉を覚える過程を説明することで、反論されている。大人は、子供が痛みを感じて、うめいている時に、それは痛みだよ。と言い、子供はその感覚が痛みであると覚える。痛みは、自分の感覚だけど、言葉としてはどこかで大人に教わったわけだもんね。そして、痛みという概念を、言語と一緒に学んだのだ。と述べているけど、これは言葉は一部分だけ、自分だけの言語が可能というようなものではなくて、その全体の中で初めて意味を持つということだね。痛みという言葉だけ、独立して存在しているわけではないんだね。ウィトゲンシュタインはこういう理由で知的言語は存在しないと考えている。このように、知的言語が存在しないとすると、自分の心や他人の心はイコール言語であるという考え方が出てくる。他人の心イコール言語ということで、一つアニメを紹介したいんだけど、いいかな？出た？琴浦さんという作品なんだけど、簡単にあらすじを紹介すると、相手の心の声が聞こえる少女琴浦さんは、その能力のせいで周囲に疎まれ、それが原因で両親の離婚を経験。いつしか心を閉ざす。高校に入学した琴浦さんは、彼女を受け入れるボーイフレンドの登場。部活仲間との交流によって、明るさを取り戻していく。そんなストーリーで、結構感動するからおすすめなんだけど、問題は彼女の他人の心がわかる能力なんだよね。彼女には、相手の心が言葉の形で伝わってくるんだ。何あの子、君が悪い。とか、俺は琴浦を信じてるとかね。でもこれ考えてみると結構おかしいんだよね。私たちは、確かに言語化した形で何かを思い浮かべたりすることもあるけど、言語化以前の感情の形で何かを思っている時も多くないかな？そうだね。全部の思考を言語化はしてないかも。だから、言語は確かに、表情や行動以上に相手の心を理解する手がかりになるけど、それイコール心と言っていいかというと微妙なんだよね。相手の心の理解についての他の立場に、感情移入説というのがある。これは、共感説とも呼ばれるけど、私たちの脳には、自分が嬉しい時に活性化する部位が、他の人の笑顔を見ただけで活性化するようなミラーニューロンが存在する。つまり、私たちは自分の心と身体との関係から、相手の心を理解しているのではなくて、相手の表情を認識して、直接相手の嬉しい気持ちを追体験している。感情移入をしているという考え方なんだ。直感的に、相手の気持ちとかを感じる部分は、こういうイメージに近いかも。ただ、実際にはこういう感情移入の部分と、自分の心からの類推という部分両方がありそうだけどね。ちなみに、サイコパスと呼ばれる人たちは、この感情移入の能力が低い人という分析がされることもある。この感情移入説に近い立場を、哲学的に論じた人として、メルロポンティがいる。メルロポンティは、人間の身体性に着目した現象学を展開したことで有名な人だけど、前期の近くの現象学という本の中で、デカルトの心身二元論の対立を乗り越えるものとして、主観でも客観でもない容疑性を持った存在としての身体ということを強調している。その考えは次第に発展していって、私と他者は、肉的な感主観性感身体性を持つものと考えられるようになる。つまり、私や他人、事物は独立して存在しているのではなく、身体性一般に属していたとか、根源的な人の経験に基づいているという表現がされるようになっていく。そのように、世界を一つの肉体として捉えると、私と他者は、根源的身体から飛び出た器官として捉えられる。私と他人を同じ身体の一部と捉えるのは、メルロポンティらしい発想だけど、私と他人は完全に別の個体と考える他の立場に比べると、マリサの言う直感的にわかるという部分を、うまく表した哲学かもしれないね。私と他人は、もともと同じ身体の一部だから分かり合えるというのは、少しわかるかも。自分と他人は実は同じ身体だったという話が出たところで、少しその区別がいつ生まれたのか、歴史を振り返ってみよう。12世紀の哲学者トマス・アクイナスは、人間精神の本質は合理性である、と言っている。ただ、アクイナスの主張を読むと、人間を動物と分けるものという発想はあるんだけど、自分と他人の区別という発想はまだ見られないんだ。
この意識が明確になるのは、やはり17世紀に主に活躍したデカルトの心身二元論以降ということになる。デカルトは、考える自分、コギトを出発点に哲学を展開したんだけど、その時に明確に自分とは異なる対象としての他者という意識が成立したと言っても良いと思う。じゃあタガのパラドックスはデカルトの哲学のせいなのかというとそれだけではないと思う。自分と他人を区別しなくてはいけない理由があるということ？それが自分で自分の生き方を決めて良いという自己所有権の考え方や財産権の考え方の明確化だと思う。自我と他我の区別は、これらの権利についての考えが深まるのと並行して発展してきた側面があるんだ。昭和に活躍した寺山修司は、そこのマンホールも、電柱もすべて、世界さえもある意味で自分の持ち物である。自分の持ち物に意味なんてない。と言っているけど、自分と他人の区別は、財産とか権利を守るために、便宜上私たちが分けているだけという部分も大きいのかもね。さあ、気になっている人も多いかもしれない心理学や社会科学は、他が問題を解決できるのかについて、ここで考えていこう。現代の心理学は大きく分けて、基礎心理学と応用心理学に分けられる。基礎心理学では、実験観察調査を通じて、心理の一般法則の解明を目指している。被験者を実験群と対象群に分ける対象実験を行い、結果を統計的に処理し、優位さの有無を判定する。心を科学的対象として扱うというのが特徴だね。つまり、人間一般の心理について理解するという意味合いが強いから、他人の心そのものを理解するというのとは少し違うんだ。一方、応用心理学では、基礎心理学の知見に基づき、犯罪心理、臨床心理など応用的な分野に役立てる。その場合、複数の標準化したテストを組み合わせ、クライアントの見立てを行う。なぜ、複数の心理テストを組み合わせるのかというとテストごとで、明らかにしようとするクライアントの心理的特徴が異なるからなんだ。職場のメンタルチェックテストなどでも、マークシート型のテストだけではなく、カウンセラーさんとのカウンセリングを組み合わせて、より詳しい心理状態の見立てを立てる。つまり、心理学によって、人の心が完全にわかるというのは誤解なんだ。心理学を学ぶと、いかに他人の心が理解しづらいものであるかが、心理学を学ぶ前よりも、深くわかるようになる。これは、心理学を学ぶと、決めつけや、自分の経験だけで、相手の心を理解した気になるということが減るという意味だね。一方、心理学と聞くとフロイトやユング、アドラーの無意識の研究を思い浮かべる人も多いけど、こちらはどちらかというと医学に近い分野でもある。無意識の発見は、心のモデル化に大きな貢献をしたと言えるけど、実際に、無意識が存在しているかというとなかなか難しい部分がある。ただ、無意識という概念を使うことで初めて可能になる精神病態の理解だったり、治療モデルがあるという意味で、無意識の存在を仮定することには意義があるんだ。このように見てくると、心理学は、確かに心を対象にした科学ではあるけれど、相手の心が存在するかどうかや、相手の心そのものの内容を扱う他が問題とは少し違う角度から、心を扱う学問だということが理解できると思う。確かに、心の科学という側面が強いんだね。最後に、今回の内容を振り返りながら、タガのパラドックスの解決方法について考えてみよう。他人の心の説明には、類推説、行動主義、感情移入説によるものが存在した。これらの立場では、他人の心を知る手がかりとして、自分の心と身体の関係、相手の行動や言語、本能的次元、つまり感情移入や関身体性といったものを用いてきた。実際のところ、タガのパラドックスの本質的な解決は難しく、自己所有権や財産権の保持のために、自他の区別が必要という側面もある。ウプ主の意見としては、相手を人間として認めることの中に、すでに相手を心ある存在と認めることが含まれているという考え方だね。この考え方は、行動とか、言語から相手の心の内容を知るという意味では、あまり説得力がないけど、例えば相手が言葉を発したり、体を動かせない相手でも、それが人間だと思うだけで、心があると、感じられるそういう事実は説明できるんじゃないかなと思っているよ。結構いろんな立場があるんだね。勉強になったよ。ぜひ、他人の心をいかに知るかという問題に対する皆さんの意見もコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回の参考文献として、モーリス・メルロポンティの本では知覚の現象学をおすすめします。この本は、フッサールの現象学に比べるとだいぶ読みやすい本なので、現象学に初めて挑戦する、という人にも読みやすいです。扱っている事例も、現影史の問題だったり、興味を持ちやすいものが多いので、読んでいて楽しいと思います。ウィトゲンシュタインの哲学探求はいろいろな訳が出ていますが、最近、機械明夫先生の翻訳が、講談社から出版されたので、そちらをおすすめします。説同士のつながりがわかりやすくなるように、補足もされているので、読みやすいと思います。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。
この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。